はい、こんにちは、小島漁師浜井です。夏も終わりということで、なんか夏らしいことしたいなと思いまして、最後にですね、瀬戸内海の超高級魚を狙って、こちらこのですね森でついていきたいと思います。こちらの動画で、竹森作ったんですけど、あれ長すぎて GoPro つけててもちょっと映りにくいんで、こちらの短い方でやっていきます。それとですね、こちらステンモリも用意したので、こちらも使っていきます。でゴムをくくって、でこちら輪っかつけたんで、これに通していきましょう。これで OK。 人に向けてはいけません。じゃあちょっと風吹いてますけどね、早速行きましょう。よし、よいしょ。じゃあもろもろ積んで、ライジャケもつけて、でエンジンかけて、じゃあ出港していきます。はい、じゃあポイントへ到着しました。今回はこちらのテトラで高級魚を狙っていきます。じゃあイカリ入れて、イカリ効かして柱にくくっておきます。はい、それじゃあ、はい、というわけで潜る服装に着替えました。水がぬくいんでスーツの必要はありません。はい、でいつも口にね GoPro 加えてたんですが、何回も死にそうになるんで頭つきに今日はします。でこのメガネがねよう曇るんですよ。で洗剤だけで曇るメガネには歯磨き粉でねちょっとやるといいらしいので、歯磨き粉でも磨いていきます。まあ少々研磨剤とかが入ってるんですかね。歯磨き粉をきれいに塗り込んで、で次に洗剤も塗っておきます。今回は3つ並んでいるテトラポットで魚釣りをしていきたいと思います。テトラポットは消波ブロックと言われて、波を打ち消して港や海岸を守るために設置されたものです。テトラポットはその構造上、もう多数の空間があっていっぱいお魚がいて、お魚天国なんて呼ばれることもあります。周りにはたくさんのお魚、果たして魚は釣けるのでしょうか。それじゃあ早速入水してお魚を探していきましょう。魚釣りでは一度丘からエントリーしないといけないので、丘の方に行って魚を探していきます。果たして超高級魚のキジハタ、アコをつくことはできるのでしょうか。テトラの下はこのように石が積み重なっていて、その上に消波ブロックのテトラがあるといった感じです。ヒット。早速1匹目何かゲットしました。メバルですね。僕の腕が悪くて胴体を貫いちゃってますが、幸先いい1匹目のゲットです。はい、じゃあテトラでアコを取れなかったんで、別の場所にやってきました。ここね深いんですよね。果たしてアコを取れるかな。アコが取りたい。アコを取るっていうタイトルだから、そもそも。さあそれじゃあ場所を変えて潜っていきましょう。先ほどのテトラの周りよりはだいぶ深めのところです。視界も悪く生えている海藻も違いますが、早速タコなんとね2回先行したぐらいでまさかのタコを発見。森を慎重に構えてタコの頭上を狙っていきます。ヒットというわけで、小ぶりではあるんですが見事なタコの眉間をぶち抜きゲットしました。でタコって通常岩の下とかにいるのに、こんな風にねポケーっと昼間にいるのは初めて見ました。最初ゴミが下にいるのかなと思ったんですけど、タコでしたね。幸先はいい感じで、ちょっと沖側に出て、上から下がギリギリ見えるぐらいのところにやってきました。深度的には8メーター9メートルぐらいかなと思います。でこの深い方がねアコがよくいた感じだったので、探していると岩の奥で何やらうごめきましたね。多分コブダイとは思います。今ちょっと編集してて画質が悪いのでどっちだったかなと思うんですけど、でここにも何かお魚、これは完全にコブダイですね。そして次に他の場所を見ていると、
小さめですが完全にアコウがいました。今のはアコウです。急いで反対側に回るも森とかを石にすっちゃったり昼間っていうのもあってもう全然わからないぐらいに逃げちゃいました。で深い方は小豆島の海、このように緑がかって神秘的です。ただ深い分だけしんどいです。ここでビョーン、まあまあのアコウがいたんですけど、こっちを見るや否や一瞬で逃げていきました。あれでどうやって捕らえろと。ヒット。ここで取れたのはまたしてもヒガンフグ。この子だけは昼間でも全く動かない。その後も捜索しましたがお昼に取るのは断念です。はい、じゃあ合計ね3時間半ぐらい潜ってたと思うんですけど、残念ながらアコウはいなかった。いたんですよ。いたんですけど逃げ足がめっちゃ速くて、昼間にアコウはちょっと無理ゲーなんで夜にまた挑戦したいと思います。とりあえず今から帰ります。疲れた。はい、であれからですね帰ってきて飲んでおります。なんかめっちゃ飲んだみたいですけどそんな飲んでないんですよ。もうね潜った後、潜るっていうのはカロリーとかもめっちゃ消費するんですけどめちゃくちゃ疲れるんですよね。潜ってる時は結構ねアドレナリンが出て大丈夫なんですけど、その後ですね酒っていうものを入れると一気に疲れがやってきます。とりあえず明日に備えて早く出ます。デブ出航だ。はい、ありがとうございます。翌日夜中のテトラにやってきました。穴の中に潜んでた魚たちが果たして出てきているのか。じゃあ早速夜の海へダイブ。ただねライトが見える場所以外漆黒の闇です。その分ですね穴の中から、隠れて、出てこなかったお魚が出てきてたりとか、このように愛護ですね寝てたりしてて近づいても全然動かない。小づいてあげるとおはようですね。じゃあアコウを探していきましょう。でほんと真っ暗で今画面これライトを外しただけですね。あのようにライトを外すと何も見えません。ここでいいお魚を発見しました。狙いを定めてヒット。うまく刺さったように見えたんですが全然ねほとんど刺さってません。頭押さえてるだけでなんとか手で掴んでいきます。こちらタケノコの時期に美味しいとされるタケノコメバル。ただ袋持ってきてないんでこう手であれしてたら逃げちゃいました。手で持ってたらもうつけてもなかったから。でこれ同じタケノコじゃないんですけど別のタケノコもう見事に脳天貫いて取りましたね。でさらにもう1匹タケノコがいました。すごい3匹ぐらいタケノコが寝ててつくのは簡単でした。刺身で食ったんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。で逃げるメバルも追いかけてヒット。脳天ですね、完璧です。ただ目的のアコウだけはこの後なんぼ探してもいなかったです。残念。はい、じゃあ別日の夜またしてもね釣りに来ました。で今日こそは絶対釣りたいということでいつものね無人島に釣りに来たわけですね。絶対今日はついてやる。着くまで帰れません。というわけで潮が早すぎたんで結局断念してテトラに来ました。ここでアコウをついてやる。さあ3回目の素潜り、3度目の正直に果たしてなるのか。夜の海はお魚が寝ています。その暗い海の中で今日こそはキジハタをついてやると意気込んでいきます。おっとこれは赤エイですね。こいつが泳いでてちょっと気持ち悪かったです。とりあえず見つけた魚をついてつきまくる。でもね卵とかばっかりでした。大きい魚キジハタはなかなか見つけることができません。気がつくと辺りは明るくなってました。もうすでに3時間ぐらい泳いでるんじゃないでしょうか。その後も一生懸命探してみますがこの日はダメ。この日に取れたのはこんな感じ。別の日さあ4回目、この日は一人で月に来ました。潜ってみると早速何かを発見。わかりますか、どこにいるか。これね黄色いアルビノの黄色のオニオコゼですね。ちょっと色が違うってやつです。
この日もね3時間ぐらい潜ったんですけど、奥見てください。あれ全部アコウです。アコウだらけの海、これは期待が持てます。ただね、この短い森だとすぐ逃げちゃうので全然つけなくて、この日は残念ながら諦めました。次に期待です。4回目ごっついな。はい、じゃあ今日はね最後のチャンスです。泣いても笑っても今日で最後にします。で、今日はこちらの動画で作った、長い森持ってきたんで、これでアコをね遠くから狙い撃ちです。さあ5回目の海、男浜湯諦めません。今日も今日とて潜っていきます。もう耳が痛い、頭が痛い、深いとこ潜ると大変です。皆さん諦めないでください。僕も諦めていません。奇跡男、これじゃダメだな。奇跡を起こす男浜湯取れるのか。潜っては上がって先行してを繰り返していきます。そんな時、ついにこの時が、ここから魚をつくまでノーカットでいきます。皆さんも一緒に探してみてください。ヒットということでやりました。ついに念願の4回目5回目にして瀬戸内高級魚アコをつくことができました。すっごい大変よかった。嬉しかったですね。これは嬉しい。でかいですね。でかいでしょ。でかい。これサイズしか狙ってなかったし、ついたとこ悪くないよ。嬉しい。やっとだ。40センチぐらい、1キロ。最高。そしてまた翌日、もうねキジハタをつくのが楽しすぎて懲りずにまたキジハタをつきに来ました。で、今回画面見てもらえたら分かるんですけど、今まで潜った中でも一番深いとこですね。おそらく10メーターをちょっと超えてるんじゃないかなと思います。ご飯食べるシーンが多分この後にぐらいに来るんですけど、そこでもね報告するんですけど、僕中耳炎になって耳からすごい音が鳴ってました。その動画はご飯シーンであるので、皆さんそれは絶対に楽しんでください。めっちゃ面白いから笛みたいな音が鳴る。で、この日もねアコを探していくんですが、よく逃げる。しかしヒット。結構、3時間ぐらい潜ってようやく1匹ゲットしました。動画だとめっちゃ簡単ですけど、実際は逃げまくります。その後もいろいろやってみますが、結局この日取れたのは1匹だけ。じゃあ浮上して帰りたいと思います。頑張ったね僕、お疲れ様でした。はい、というわけでスタッフと2人でこれだけのお魚がつけました。メバル、石垣鯛、そしてアコウです。じゃあ早速ついた超高級魚のアコを食べたいんですけど、その前に今日は秘密兵器を持ってきました。それがこちら、ピチットです。こちらのピチット、コンドームを作っている岡本株式会社さんの商品で、これで魚とかお肉を包むだけでほっといても旨味が凝縮するんです。早速やっていきましょう。僕のチャンネルで何回か出してますけどね。いきます。レッツゴー。じゃあ早速アコをさばいていきます。すき引きですね。すき引きとはこのように身と皮の間、ここを攻めてゴシゴシと引いてあげる。そうするときれいに鱗だけが取れます。これを全部やっていきます。じゃあ次頭を落としていきます。斜めに入れて、反対からも斜めに入れてあげて、カキュッカキュッカキュッ。で、お腹裂いて中を取ってあげる。ぼちぼちの個体といったところですね。はい、じゃあ三枚おろしにしていきます。お腹側から包丁入れていく。こいつつくのにほんとどんだけ苦労させられたか。この子たちね、一回こう追いかけるとこっち向いてホバリングしてこっちを見つめてくるんですよ。こっちまでおいでって言わんかのごとくね。あの時についてやるとつきやすいかも。ようやくついたアコウちゃん。よいしょ。
はい、こんな感じ。綺麗、身真っ白。でもついたとこはやっぱ赤くなってますね。血が回ってる。これでサンマおろしは OK で、腹骨をすいて、でアコウもそうなんですけど、瀬戸内海の魚って案外水っぽい魚が多いので、早速こちらピチッとで巻いていきます。でピチッとはこんな感じでロール状に入ってます。で1枚はこんな感じです。で身が全部このピチッとに触れるように巻いていきます。これでほっとくだけで旨味が凝縮します。その秘密は後からご説明。でもう一作もで、岡本さんのラップを引いて、こちらのラップできれいに作るみます。はい、これでほっとくだけで旨味が凝縮する状態が、魚の状態が完成しました。誰でも簡単で失敗はしません。あとはこれを冷蔵庫に入れるだけ、または氷の入った発泡です。じゃああとは帰るだけです。でこの帰る時間とか、例えば人に送るなら、その送る輸送中の時間もピチッとが勝手にね、臭みと水分を抜いてくれます。僕も何回か使ってますけど、本当いい商品です。マジで美味しくなる。どすこい。はい、というわけで、次の日になりました。じゃあこちらですね、冷蔵庫の中、昨日ピチッとで包んでおいた魚を取り出します。それじゃあほっといても旨味を凝縮する、僕が命がけでついたアコウとか、あと初日に取ったこれはタコですね。どんだけ水が抜けてるのか見ていきましょう。じゃあまずアコウ、めちゃくちゃ水分がなんかピチッとにまとわりついてるのが分かります。で持った感じがこう塩で脱水したようなもちっとした仕上がり、ちゃんとね水分が抜けてるのが分かります。で初日についたタコは冷凍しておいたので、解凍してピチッとさんに巻いてみました。だいぶね水分吸ってますね。じゃあせっかくなんで重さ比較をしてみましょう。まず皿のままのピチッと 22g、 次にアコウを包んでいたピチッと果たして 39g、 およそ 17g ですね、水分が抜けているということが分かります。タコ35、これも抜けてますね。でなんでピチッとで水分が抜けるかというとですね、目に見えない穴の開いた2枚の特殊なフィルムの間に高い浸透圧を持つ食用糖類、水飴成分が入っているからなんです。これが作用することによって食材の水分と生臭み成分が浸透圧によって水飴成分に吸収されます。ただ旨味成分だけはその穴を通ることはできないので、旨味だけは残るという感じで、ものすごいですね。じゃあ原理も分かったということで、これらの命がけでついたキジハタとタコを調理していきたいと思います。こっちが刺身でこっちが唐揚げにしよう。それじゃあいきます。レッツゴー。ではまずタコをぶつ切りにしていきます。でタコとかね、湯がいてるやつ唐揚げとかするよりはやっぱりこう生からやった方が、特に天ぷらとか個人的にはうまいのかなって思います。ただね、奥さん知ってると思うけど油跳ねがすごいんで、そこだけは注意が必要。じゃあタコを一口サイズちょっと大きめにぶつ切りカットして容器の中へぶち込みます。ここに酒、醤油を加えて、生姜、ニンニクで揉み込んでおきます。でイカとか水分の多いものってめっちゃ油跳ねしやすいじゃないですか。ちゃんとね水分抜いとけばおそらく跳ねにくくなるんで、僕はそれがいいかなと思います。あれめっちゃ嫌だよね。うまく上がってるなと思ったらいきなりパーンと跳ねて、もう裸で油もんしてる時とか最悪やもん。乳首とかめっちゃいい何の話やねんっつってね。じゃあ次は夏のフグと称される瀬戸内海最急魚の一つ、キジハタ、これをやっていきたいと思います。私がつきました。で撮影日がだいたい今10月ぐらいなんですけど、10月ってめちゃくちゃ水温高いんですよ。9月とかもそうなんですけど、9月が一番高いのかな。水温って若干遅れてくるんですよね、気温とかよりは。だからこの時期案外匂います。ついた他のやつとかも、他のアコを食べたんですけど、若干磯の匂いがした。でもね、普通の人って言ったら失礼なんだけど、漁師じゃない僕以外の人が食べると全く匂いしないぐらいのレベルです。
それぐらい僕は嗅覚がもうね、魚に関してはもうめっちゃ自慢じゃないけどめっちゃ優れてる。本当に普通の人が全然臭くないですよっていうものをもう僕は臭くて食えないっていうぐらい小豆島のね綺麗な海の魚を食べてるんで、やっぱね、すごい敏感なんですよね。あっちの方はどうなんだいって。最近おっさんが進みすぎてやばいな。小指の爪も鼻くそほじるように伸ばしたりね、それは汚い。切るようにしましょう。はい、こんな感じ。身はめちゃくちゃ綺麗ですね。あと本当にもちもちしてます。これね、塩とかで脱水してもできるんですけど、塩でするとやっぱ塩味が入るのと、なんかね、ねっちょりした感じが僕苦手なんですよね。それがない。じゃあまだまだ身はしっかりしてるんで、ちょっとね薄めにカットしていって、お皿に盛り付けていきましょうか。下手くそすぎて足りなくなっちゃったでしそもなんもないんですよ。もう代案としてね、きゅうりのからし漬けを真ん中置いときましょう。おい、上等上等。綺麗じゃん。なんか料理人さんが作るほら松のやつみたいな感じに見えんこともなし。ついたあこうのピチッとお作りです。じゃあ次油に火つけて、水気を切ったタコにちょっとめんどくさいんでそのまま片栗粉入れます。うまくいってなきゃワンチャン飛ぶ。揚げ物っていうのは水気をなくす。水気があったら跳ねる。濡れた手とかで揚げ物するのは本当ね握手です。こんだけ衣ってれば多分大丈夫。もういいかい、もういいよだって。じゃあ揚げていきます。いい音いい音。これぐらいの音がいいね。ここからって本当美味しいですよね。なんでこんな美味しいんだよこうやつ。でもなんか跳ねそう跳ねそう。やっぱ跳ねるのを止められない。跳ねたら何が嫌かって、多少熱いのはねいいんですよ。熱ってなるだけだから、それぐらいならいいんですけど、床とかね飛び散ったら掃除がめんどくさいですよね。手とかもヌルヌルになるし、やっぱ湯がいた方がいいかも。軽く湯がいてたらこの間そんな跳ねなかった。こんな時はアルミに穴開けて使おう。で穴開けてないと水分が多分ね滴り落ちて余計に跳ねると思う。これだけで全然違うぞラッキー。この音だけで飲めますね。残念ながら今日は休館日なんでノンアルタイム。デカジョッキこれぐらい。ショート動画で1回使ったきり。3分の1。じゃあ乾杯。うまい。もう上がったかな。ちょっと急がないとね、こういうことしてからねよく焦がしちゃうんですよね、料理の時に。こうやって移動して、さあ見てみましょう。オープン。焦げてはない。ちょうどいい感じ。めちゃくちゃ美味しそうです。ピントだけは合ってません。じゃあ移していきます。はい、それじゃあ久々小鳥。盛り付きでついたアコウの刺身とタコからです。それじゃあ宴を始めようか。ダダン。はい、それではいただきます。じゃあまずは薄く切ったアコウのお刺身から。1日経ってるとは思えないぐらい弾力がしっかりしてます。本当の取れたてのグリグリとまではいかないんですけど、しっかりと水分が抜けてもちっとした弾力の中に筋を感じますね。まだ1日しか経ってないんですけど、そんだけ魚の状態は元から良かったっていうことです。でその後に来るしっかりとした上品な甘さですよね。これがすっごいね美味しい。グリグリと合うピンクスの酒これ結構高かったんですけど、やっぱワンピースがね憧れて買いました。これで乾杯してえなみたいなでカリカリに揚がった揚げたてのタコ唐揚げ、うまそうだな。たまんね。これも水分抜けて身がしっかりしてるんですけど、最初噛んだ時に外がしっかりとサクッとなって、そっから醤油とかタコのうまみが口の中にじゅわって広がっていきます。噛み応えもしっかりあるから
食べ応えがすごい。つまり噛み応えイコール食べ応えなのか、方程式できましたね。ちなみに僕潜って中耳炎になって耳がね昨日変な音してたんですよ。そちらをどうぞ。というわけでね、耳からあんな音がしてたんですよ。本当にびっくりで、今朝病院行って中耳炎だけどだいぶ治ってきてるみたいな。たった1日で1週間もすればまた潜れるようになるそうです。それにしてもうまい。ビールが合うよ。で今回紹介させていただいたピチットなんですけど、誰でも簡単にできるし本当に失敗しないし、業者さんだったらね、既存の流通工程とか、機械の投資とかも新たにいらないですし、それで付加価値が生み出せるということでいかがでしょうか。それじゃあ、あとはゆるりとごちそうさまでした。今まで大漁旗でよく撮ってましたけど、これもなかなかいいですね。僕の船応戦丸です。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もうなんとかしてね、最初にアコを作って言ったもんだから、これは男に二言はないぞということで、もう月に行って月に行って潜って潜って潜りまくったわけです。最初はね、深いとこ結構潜れなくて、潜れるんですけど息が続かなくて、下で活動時間5秒とかね、そんなんだったんですが、それが30秒とか活動できるようになって、やっぱ何事もこう回数重ねていけば成長していくというわけで、人生みたいな経験でしたね、今回の撮影は。で最後にもアコをつけて本当に良かったです。皆さんのお力添えご声援のおかげでございます。で、今回ご紹介させていただいたピチットなんですけれども、ピチットで包めばほっといてもうまくなるじゃない、テイク2、ここも使ってください。このままね。はい、というわけでテイク2でございます。おそらくね、なんか黒画面にテイク2とか出るかもしれませんが、途中からいきますね。今回ご紹介させていただいたピチットなんですけれども、ピチットで包めばほっといても旨味が凝縮するというところで、気になる方は概要欄の方にリンクがありますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ、ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。タコからはうまいね。